どうもソンツンです。早速なんですが、マカオといえばエッグタルトを、想像される方がね多くいらっしゃるかなと思うんですけれども、今日はなかなかねいい感じなエッグタルトのお店がねありますので、それを紹介する動画になります。お店の場所というのが過去動画にも何度か出てきたことがあるグアンチェンジョンジェというところになります。このセントポール天使の跡から歩いていきます。空模様とかね動画では伝わらないと思いますけれども、風がねちょっと心配なんですよね。なんかどっかのタイミングでスコールが来そうな感じな空模様ではあるんですけれどね、もうね長年ここにいると空模様とか風の感じでねスコールが降るかどうかっていうのがねある程度は予測できるようになったんですけれど、大雨が降らないことをね祈ってお店の方へじゃあ向かいます。セントポール天使の跡を後ろにしてまっすぐ歩いてくるとここに出るんです。これをずっとまっすぐ行くとドミンゴ教会の方向ですね。坂の途中にお土産屋さんがねずらっと並んでるんですけれども、そこを歩いてもねグアンチェンジョンジェというエリアには行けるんですが、ここからであれば一番近い道を選びましょうか。なのでセントポール天使の跡を正面にすると左側のところですね。この道をもしまっすぐ歩いていきますとカモンエス広場とかアントニオ教会というまた世界遺産の教会やら広場がねあるところになるんですけれども、ここから階段を降りていったらですねグアンチェンジョンジェのエリアになります。じゃあこのなんか緑の飾りをしているところからですね階段を降りていきます。前はねここで写真撮れる方多かった印象があるんですよ。ポルトガルのアズレージョのタイルをイメージしたね、これはハリボテですけれども、すごくね変色し始めてきてるんですけれどね、よかったらこういったところでも写真撮ってみてください。はい、じゃああともうちょっとですのでこのまま階段を降りていきます。ちょうどよかった階段を降りてきたらこういったマップが出てきましたので、今いるところがこの You are here っていう猫の足跡マークのところで、もうすぐそこの通りが、このグアンチェンホージエというところになるんですね。でこれから行こうとしているのがこのグアンチェンジョンジェというこのストリートのところにそのエッグタルトのお店があります。マップの下にお店の名前が出てますね。これですね、ポルトエッグタルトっていうこのお店にこれから行きます。で横見ると以前紹介したことがあるんですけども、このアベイロっていうあの時はセラテューラっていうポルトガルのデザートをね、食べた時があったんですけれども、そちらの過去動画の中の一部にね、このお店出てくるんですが、また概要欄の方にリンク先出しておきますので、まだご覧になってないという方はそちらの方もご覧になってください。ではもうこういったねカラフルな建物とかもね出てきたんですけれど、このストリートっていうのがグアンチェンホウジエというところで、これから行こうとしているのはこういったカラフルな建物の後ろ側にあるストリートですね。そちらがグアンチェンジョンジエと言います。でそのグアンチェンジョンジエというストリートは向こう側に渡ってまっすぐ行ったところにもうお店がもう近くだな、ここからだったら。でこのウォールアートのところから入っていただくともうここがですねグアンチェンジョンジェというエリアになります。でこの赤いのが以前紹介したことがあるお店で、今日行くのはこちらの黄色いお店になります。ポルトエッグタルトです。テイクアウト専門店ですのでね、そんなに大きな店舗ではないんですけれども、エッグタルトがねこのガラスケースの中にずらーっと並んでいます。これがお店のロゴですね。ではまずメニューから、このように日本語表示もあります。他店のエッグタルトとの違いは味のバリエーションが実に豊富だということです。オリジナル以外にもブルーベリーやストロベリー、タロイモ、抹茶とか
いろんな味が楽しめれるのと、もう一つの売りがほとんどのエッグタルトに日本の兵庫県が産地夢王という高級卵を使用しているとのことです。エッグタルトとは合わないと思うけれど、ポルトガルビールなども販売しています。店内の雰囲気はこんな感じです。さっきのメニューから注文もできますが、実物を見ながらの注文もできるのがありがたいところです。例えばこれはオリジナルテイスト、チョコ、ピスタチオ、こちらは後で実際食べてみるのですが、ポートワインを使ったエッグタルトです。という風にいろんなバリエーションがありますが、看板メニューはこの夢王卵をふんだんに使ったこのエッグタルトだということです。はい、でこういった感じでエッグタルトをチョイスしてみました。確か10種類あるんですね、オリジナル含めて。で、その中のね、9種選んだんですけれど、ピスタチオにタロ、芋で、ブルーベリーかな、でストロベリー、あとチョコ、そして抹茶ですね。すごいお店のロゴがデザインされてますね。そしてこっちの方がお店の看板メニューになってるんですけれども、夢王卵っていうのを使ったエッグタルト、それとこちらはチーズのエッグタルト、あとこれがね一番僕気に入ったんですけれどね、ポルトワインを使ったエッグタルトなんですね。すごい、これポルトワインが刺さってるのか、ここになんか植物にね、なんか栄養剤みたいな刺すやつあるじゃないですか。あんな感じでこう刺さってますね。で、箱にはセントポール天使の跡、さっきねオープニング撮ったあそこのセントポール天使の跡のデザインになってます。で、僕一人で9つ全部はね食べれないので、この中のどれか2つか3つね選んで今食べてみたいなと思います。で、オリジナルはどうしようかなと思ったんですけれども、やっぱり一つチョイスしてみました。で、オリジナルとこっちの看板メニューの夢王卵を使ったエッグタルト、何の違いがあるかというと、もちろん卵の違いもねあるんですけれども、こっちのオリジナルの方が甘く作られてるみたいです。こっちの夢卵の方は甘さ控えめになってるらしいんですね。じゃあ今この場で何個かだけ食べてみようと思うんですが、まずはそうですね、やっぱりオリジナルからいきましょうか。なんかすごいいいデザインでね、なんか食べるのがもったいないぐらいな感じもするんですけれど、なんかずっと飾っておきたいようなね、そんな感じに見えるエッグタルトですね。想像してたほど甘くはないかな。店員さんから結構甘いよって言われたんですけれど、思っていた以上に甘くはないかもしれません。多分でもこれね、シナモンが使われてるんですね。だからシナモン好きじゃないっていう方はね、ちょっと苦手になるかもしれないですけれども、僕はシナモン好きなんでね、非常にこれ、気に入りましたね。動画内では伝わりにくいかもしれないんですけれど、他のお店で売ってるエッグタルトに比べてちょっと大きめに作られているような、感じですね。はい、じゃあ次はお店の看板メニューとなっているこの日本の兵庫県が産地なのかな、夢王卵を使ったエッグタルトを食べてみます。外側の生地がミルフィーユ状になってるんですね。なるほどなるほど、こっちの方が絶対万人受けしますねこの外側のこのミルフィーユ状の生地がパリパリしてて、さっきのオリジナルに比べて甘さがねやっぱり控えめになってますね。で、こっちの方はシナモンとか使われてませんので、この看板メニューのエッグタルトの方が万人受けすると思います。結構2つ食べるとねお腹が膨らんできたんですけれど、最後に1つ食べて、あとのは全部持って帰ってね食べようと思います。こちらの方はポルトワインのエッグタルトですね。ほのかにワインの香りがするかなって感じですね。確かにポルトワインの、味だわ。そのまんまの感想ですけれど、ポルトワインエッグタルト断層はこんな感じになってます。ワインを使ってますのでね、
大人のテイストのエッグタルトですね。多分ね、エッグタルトになることによってね、ポルトワイン本来のアルコールは抜けてるとは思いますけれど、でもこういういろんなバリエーションのエッグタルトがあって面白いですよね。さっきの僕のこのエッグタルト、お客さんがね、なんかみんななんか写真を撮ってね、なんか帰っていきましたけれど、なんか飾りみたいですよね、本当にね。エッグタルト3つ食べるとさすがにお腹いっぱいになってきますね。じゃあ全部はね食べきれなかったんで、残りの方はこのように紙袋に入れてね、包装してくれました。エッグタルトのマグネットももらいました。あとポルトガルの街並みのデザインのこれもマグネットですね。ありがとうございます。じゃあ残りはテイクアウトして家で食べてみました。チョコや抹茶など一部は溶けると良くないと思って冷蔵庫に入れましたが、冷やして食べても美味しかったです。冷やすと生地のパリパリ感こそなくなりますが、それはそれで美味しいかなと思いました。ちなみにうちの奥さんは上段真ん中のストロベリーが一番気に入ってたみたいでした。はい、てな感じでエッグタルトをね食べてきました。お店の名前が、ポルトエッグタルトと言いまして、ポルトガル人のパティシエさんが作ってらっしゃるそうなんですね。はい、でお店の方に確認しましたら、オリジナルテイストのエッグタルト以外は全部夢王卵を使っているということなんですね。オリジナルの方になんか夢王卵を使うとどうしても卵の味がね、なんかオリジナルの味をどうしてもなんか隠してしまうような感じになっちゃうらしいですので、ちょっとそこはねパティシエさんのこだわりで、オリジナルの方は違う卵をね使われているということだそうです。あとまたお店のインスタとか何かありましたらね、そちらの方も概要欄の方に出しておきますので、観光地からね非常にセーナード広場であったりね、セントポール教会であったり非常に近いところでありますので、ぜひマカオに旅行にいらっしゃったらこのお店いらしてください。じゃあ今日はここまでということにしておきましょう。マカオ散歩のソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩に出かけましょう。